はい、カツ丼です。どこ飯です。がっつり。昨日も来たんですよ。2日連続です。この土手丼めちゃめちゃうまいです。サウナ入ってご飯食べて寝て、またサウナ入って元気になってもらうと、それをこの空間で作れたらなっていう。今日もありがとうございます。結構メニューはこの限られた設備の中ではあるとは思うんですけど、毎日来てくださる方もいるので、メニューに飽きちゃうっていうのが少しでもなくなるといいなっていうので、その日の日替わりメニューみたいなのは土日とか特にそれで喜んでもらえるといいなみたいな感じなんですけど。お客さんはどういった方が多いんですか？豊橋にいる4、5、60代の方がメインで、でも最近は若い子も増えてきたみたいな感じなんですけど、もともとその祖父がやってた時は5、6、70代に20代が1人だけポツンって感じだったんで、祖父ぐらいの年代の方ばっかりだったんですよ。お客様もスタッフも。先々代からはスタッフが若返ればお客様も若返るからなんて話があって、僕が入ったら僕ぐらいの年の方が増えるし、父が入れば父ぐらいの方が増えるしっていう、そうするとだんだんお店がスタッフが作るようなお店にやっぱなっていくのかなみたいな。今おいくつなんですか？今ね30です。何歳の時から働かれてるんですか？24の時に気づいたらもう6年ぐらい経っちゃいましたね。これはちょっと今日マカロニに入れようかなと思って、日によってベーコンにしたりとか具材はちょこちょこ変えたりするんですけど、創業は何年ぐらいなんですか？1982年ですね。今年で44年ですかね。彼がもう5代目としてなるほどなるほど。控えてますので。じゃあ安泰ですね。そうですね。ずっと続けなきゃいけないので、家族総出で頑張ろうっていう感じでやっております。この煮てある白もつの味噌煮にこんにゃくを加えて、こっからまた一煮立ちさせる感じですね。結構手間かかりますね。ここまで来ちゃうと大したことはないんですけど、あとはもう愛情込めて作るって感じなんですけど、やっぱりもつなんで下茹で、ここに至るまでの方がすごい手間がかかるんですけど、この肉をちょっと焼いてからカレーに入れてくっていうね。結構カレーも人気メニューですか？カレーもすごい人気ですね。匂いにつられるのか、出始めるとどんどん出る。やっぱサウナ上がりってがっつり食べたいじゃないですか。カツカレーとかよく出ますね。うちのカレーは家庭的な味なんですけど、懐かしい感じもあるのか、昭和な雰囲気に相まってか、カレーはやっぱり人気ですね。
決まった日付でイベントされてるんですか？お客様がお好みそうなやつをですね、年4回ぐらいはこういうお楽しみがありますね。結構ガラポン目当てで来店される方も。いますね、ガラポンの時もそうなんですけど、大ビンゴ大会はちょっと商品とかが結構喜んでいただいておりますので、ビンゴ大会はすごいですね。ガラポンも当然皆さん好きなんですけどね。なるほどなるほど。サウナを利用されるお客さんって多い時だとどのくらいいらっしゃるんですか250人とか。その中で食堂を利用される方っていうのは3割5分4割ぐらいでしょうか。館内のお茶の置かれとる場所がですね、皆さんがこうくつろぐ部屋の横なので、美味しそうな匂いがねこう漂うとお茶に入っていかれる方が多いですね。なるほどなるほど。古いイコール汚いっていうのを出しちゃうと良くないので、パッと来て古いけどわあすごい綺麗っていうのを従業員全員でですね、お客さんに提供できるようにね、そこだけはちょっと力入れてやってます。これ明日の分になるんですか？今日ですね、一回これは煮た後に保存してるんですよ。油を落とすというか下処理して。脂身のところを捨ててるんですか？煮ても柔らかくならなさそうなとこ、ちょっとゴムみたいなこういうところを今捨ててます。味付け的にはどういった感じになるんですか？オイスターソース、コチュジャン、豆板醤、いろいろ。カレーのルーはなんかブレンドとかされたりするんですか2種類混ぜて使ってますね。あとはまあすりおろしたリンゴやらニンニクやら隠し味を。よし。ここに一回開ける。一回ここで茹でたチャーシューをちょっと洗ってきれいにしてタレでまた煮ていくんですけど。チャーシューはどのぐらい寝かすんですか？粗熱取れたらまた冷蔵庫で寝かせるんですよ。このタレごと次の日にまた煮るんですよ。時間かけますね。そうですね。大量生産はできないんですけど、この茶色サンティは結構ピアのオリジナルメニューで特に人気の。なるほどなるほど。ご飯物としてよく出るのって何ですか？カレーライス、土手丼、チャーシュー定食もよく出ますし、ホルモン焼き定食とかナポリタンとか何でも出ますね。男飯です。がっつり。女性の方も食べたいって言ってくださる方も結構いるんですけど、うち男性専用なんで。女性専用店みたいなのないですか？いつかそういうのもありだなとは思ってます。店に来てくださる方って普段頑張ってるお父さんとか多いと思うんですよ。そういう方の癒しの場所っていうのを目指してやってるんで、お父さんこういうとこ行ってるんだっていうのを分かってもらえた方がよりこういいんじゃないかなと思って、それを知っていただきたいなっていうのがあって、いつか女性の方にも来てもらいたいなって思ってます。
山ちゃん、半分ぐらい入れて半分待ってもらって、服があったりあれがあったりして場所がないけど、そうだね、5人ずつ入れて回した方がよくない？いいよ、そりゃそうしてくれりゃその方が。それするわ。行きましょう。行きますか。2分前でお願いします。はい。いいよ。5人ずつお願いします。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おはようございます。お出迎えしてすごいホスピタリティですね。いや、ありがとうございます。静かですね。ああ、そうですか。はい、天気にって他行っちゃうんですかね。それもありますし、この辺ってやっぱりトヨタの田原工場とかの関連の会社があって、トヨタさんの出勤とかに結構左右されちゃったりだとか。トヨタカレンダーで動いてるんですね。そうですね。なので休日出勤とかが現れる週は意外となんかこうばらけたりだとか。の形でマラソンを1枚引いてください。はい、お戻ししました。どうぞ。はい、また作ってください。はい、その下になります。500円割引券になります。次回また使ってください。はい。これは予約席なんですか。毎週来るんで、一応用意してみたいですね。いらっしゃいませ。はいよ。はい。休日とね、また。いらっしゃいませ。今日もありがとうございます。はいよ。はいよ。サウナ行かれた後にお食事をされて、結構よく来られるんですか。毎週来るけどね。サウナピアさんのいいところって何かありますか。30年か40年ぐらい、もうここずっとだもんで、お食事も美味しいですか。美味しいですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。牛すじ大根入りました。清水さんかな。生中で。はい、いらっしゃいませ。生中で。マカロニとイカ天です。はい、みんな。はい、
ある。すいませチャーシューチャーハン上がります。チャーシュー、チャーハンですね。野菜炒めとね、ホテルのご飯を作るんで。はい。唐揚げ定食とマカロニ。いらっしゃいませ。はい、右の席どうぞ。サウナは上がってきた。そうです。1回目終わってください。じゃあこの後また行かれるんですか。まだ行きます。ちょっと休憩したから。昨日も来たんですよ。2日連続です。魅力的なのって何かありますか、サウナってやっぱり。サウナ室の温度ですね。温度が高いのがいいのと、昨日初めてそこのマッサージ利用したんですけど、すごい匠の技っていうか、今まで行った整体のどこよりも良かったです。食事どころも美味しいです。美味しいですか。今日はちょっとレバニラなんですけど、ここの土手丼、めちゃめちゃうまいです。うまいな、味噌豚。はい、お願いします。ナポリタン入りました。はい、流していただきます。ありがとうございました。カウンターどうぞ。カウンターどうぞ。はい。お決まりですか。はい。自家製チャーシュー。温かい方。普通の厚がいいですね。はい、はい、これで2杯。2杯出たら
すごい前から来られたりとかしてます。かなり前からどのぐらいの頻度で利用されるんですか？週にかね、まあ3回ぐらいは。まだお仕事はされてるんですか？この3月で終わり。じゃあ働かれてる時もお休みの日は来ましたね。サウナティアさんのいいところを教えてもらってもいいですか？楽っていうか休めるっていうところがいいですね。お気に入りのメニューとかありますか？いつも頼まれるものとか。ごぼうとね、この目玉焼きの固めを注文して、この後またサウナ行かれるんですか？ちょっとしてから行きます。そうなんです。買える？これ入れさせてね。カツ丼のご飯お願いします。はい、カツ丼です。桃井さん、それピリ辛？忙しいですね。こんな感じでバタバタなんですよね。何時ぐらいまで続くんですか、この感じが。あと 1,2 時間ですかね。3時ぐらいになったら仕込みをまた夜の分をやり始めて、5時からまた同じ感じになるかな。結構ローテーションするんですか？内容が分かってるスタッフとか、あとはまあ僕らがどこにあと入るかっていう、僕もあちこち動き回るんですけど、このポジションっていう感じで折ってくれる人がおるもんでそれができるんで、忙しいところに僕がずれてくっていう感じなんで、まあ美味しいとこ取りしてる感じです、僕が安定してみんなが頑張ってくれるんで、そこでちょっと足らん時に僕が動いていけば、お客様の多いところに僕がそれてくる、臨機応変にっていう感じで行ったり来たり。パンプキンはね、こびりついてるんですよ。金沢っていうか。わかんないけど。はい。わかんない。桃井と言います。勤務されて長いんですか3年目かな。もともと飲食のお仕事されてそうですね。普通の日本料理屋ですけどね。少しでよそうね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。サブタゴ。大盛りですか？大盛りです。大きいですね。760あります。
よく利用されるんですか？金曜日も来てます。前日は大垣サウナ行って、そっちもちょっと宴会とかして、その足でそのまま来ました。この辺のじゃあサウナ巡りはよくされてるんですか？そうですね。サウナピアさんの良さみたいなのを教えてもらえたらありがたいんですけど。やっぱり食事が美味しいのと、スタッフさんに覚えててもらえて、行くたんびになんか気持ちがよく入れるなるほど。嬉しいです。癒しの空間みたいな感じですか？そうですね。所詮風呂屋のご飯みたいなイメージがあったんで、ここに働いてるスタッフはやっぱみんなプライド持ってやってたんで、それをちょっとこう発信しようと思って、僕がこのお店のスタッフを出したかったっていうのが SNS やり始めたきっかけだったんですよ。そしたらなんかだんだん美味しそうみたいな声があって、目に留まったのか見てくださって、まあよかったなと思って。お食事美味しいって皆さんおっしゃってますね。ありがたいですね、本当。皆さんはどういった集まりで？ここで知り合った誰するよ同じ職場はおらん。週末のじゃあお休みは皆さんこうやって集まって、最初は2人で飲んでて、そこから後輩が集まってきて、声かけて日曜日に来るとかそんなんじゃないですもんね。なんか知らんうちに集まってきて、逆におらん時は誰もおらんよね。夜来ても誰かおるの。サウナピアさんのなんかいいところみたいなの教えていただいてもいいですか？いいところはこういう仲間がおるところがいいところね。サウナでなかなかないですよね、お知り合いになってこうやって一緒にご飯囲むみたいな。職業が違うっていうところが多くないですかね。そう同じ職場でおるとやっぱり物質が出るもんね。寝て食べて飲めるができるのが大きいのかな。お食事で何かこうお気に入りのメニューとかって？やっぱりみねちゃんの牛すじ大根だね。今日はともちゃんが作ってくれた。こういうとこがないと困っちゃうね。はい。あれじゃん、みねちゃんじゃん。まるでか。みねちゃんよりはまか。まだ焼きバニラ？まだもうちょっとですね。豚といくか。先ですよ、これじゃ。いらっしゃいませ。お待たせしました、ごて丼です。
ウナ入って終わるとかご飯食べて終わるとかじゃなくて、癒しの空間を僕らは作りたいっていうのがあって、ここに来たら明日もまた頑張れるなとか、そういうのを思って欲しくてこのお店をやってるっていうのがあって、休みの日にゆっくりしたりとか、ちょっと嫌なことあった時に来ようかなとか、仕事前にちょっとサウナ入って頑張ろうかなみたいな。サウナ入って1、2時間で帰るっていうよりは、サウナ入ってご飯食べて寝てまたサウナ入って長時間滞在していただく、それで半日なり1日なり過ごしていただいて元気になってもらうと、それをこの空間で作れたらなっていう、そんなお店かなと思って。だから僕はこうまとめて言うと癒しのお店ですって言ってるんですけど